は相当面白いし、画面で遊んでたんだっていうぐらい、どの端末で遊ぶかみたいな、スイッチでもまさかそれをやってくるとはっていう感じ。こんにちは、トバラグです。いや、ついにね、任天堂スイッチでゲームボーイとかゲームボーイアドバンスのソフト遊べるようになってました。この任天堂スイッチと、あと任天堂スイッチオンラインに加入していれば追加料金なしで、タイトルはね、限られるんですけど、ゲームボーイ遊べるようになります。いや、これ結構ね、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス世代からしたらめっちゃ嬉しいんじゃないですかね。最近、レトロゲーム的な枠でゲームボーイとかゲームボーイアドバンスめっちゃ高いんですよ。この間ね、ちょっと秋葉原の方に行って、実際どんな感じなのかなと思って見てきたら、なんとね、今こういうゲームボーイって2万円とかするんですよね。これ僕買った時確か10年前とかで100円とかでね、購入したんですけど、今やそんなに高値の花となってしまったゲームボーイ、あの時の懐かしい気持ちに帰って遊びたくてもなかなか買えないというところで、この価格が高騰したゲームボーイと同じぐらいの値段で買える任天堂スイッチで遊べるっていうのはかなりね、嬉しいところではあります。というわけで今回はね、ちょっと小ネタ的な感じなんですけども、実際ね、スイッチでゲームボーイ遊んでみたいと思います。はい、というわけでこれが最近タンスで埃をかぶっていた僕の任天堂スイッチライトですね。前にね、筐体のスキンを変えるっていう動画を撮って、それがめっちゃバズったところがあったんですけど、実際ね、やるのスマブラとかなんで、テレビにつないでやったりするから、これはね、ほぼほぼお蔵入り状態だったんですよ。なんですけど、ゲームボーイとかをやるならできるだけコンパクトな筐体がいいということで、久々に引っ張り出してみました。いやー、今見てもめっちゃかっこいいな、この真っ白い。なんか早く任天堂スイッチ本体でこういうねカラー出てほしいですよね。というわけで早速ね、電源をオンにしてダウンロードしていきたいと思います。はい、まずスイッチでどういう風にね、ゲームボーイとゲームボーイアドバンス遊ぶのかっていうと、まずはね、このスイッチオンラインのオンラインストアで、ゲームボーイとゲームボーイアドバンスのコンソールをね、ダウンロードする形になります。ゲームボーイとかで検索すると、このね、出てくるゲームボーイのコンソールをダウンロードするっていう感じです。これ、うわ、すげえ、これ赤い画面で。こんな感じですね。ゲームボーイとゲームボーイアドバンス。いやー、早く来てほしかったからめっちゃ嬉しい、これ。スイッチ持ってる人だったら結構ね、スマブラのオンライン対戦とかでも必要になるんで、加入してるっていう人も多いと思うんですけど、ゲームボーイに関してはね、任天堂スイッチオンラインに加入していれば普通に遊べます。最低1ヶ月間306円から遊べるって感じですね。で、ゲームボーイアドバンスに関してはちょっとね、違っていて、オンラインプラス追加パックっていうのに加入している必要があります。これはね、スイッチオンラインと違って、1ヶ月じゃなくて1年間ね、契約先払いする必要があるんですけど、4900円を先払いするっていう感じですね。追加パックはマリオカートとか動物の森の追加コースとかパックみたいなのが使えるのと、あとね、ちょっと世代的には嬉しい任天堂64のね、ゲームコンソールでも遊べるっていう感じですね。サブスクの中でも若干ね、プレミア感があるっていう感じのものですね。じゃあ早速ちょっと遊んでみようと思います。じゃーん。おー、この起動音、このタイトル画面めっちゃ無音めっちゃ無音な。いや、こうやってね、スイッチの色鮮やかで大きい画面でタイトルパッケージが見られるのめっちゃ楽しいっすね。当時このゲームボーイギャラリー3と、あとスーパーマリオランド、僕初めて買ったゲームソフトだったんですけど、当時はね、こういうクリアのゲームボーイカラーと、このゲームボーイギャラリー3とスーパーマリオランドをね、買ってもらった覚えがあります。当時ね、ハローマックで小1の誕生日とかに多分ね、ゲームボーイ買ってもらったと思うんですけど、その時のね、なんかこのショーケースとかガラスのケースとかを見ながらなんかこうパッケージのタイトルを選ぶみたいな、その頃のちょっとね、彷彿とさせるような感覚が若干ここにはあります。いやー、懐かしい。配信開始時のタイトルはこんな感じですね。結構ね、有名どころというか、有名どころももちろんあるんですけど、意外とニッチなものも多い気がします。ゲームボーイギャラリー、これゲームウォッチのリメイク版のやつだったり、個人的にはこの2の方が思い出補正かかってるんですけど、1の方だったり、あと役満とか、これね、通信対戦とかしたらどんな感じなんだろうっていう、なぜかこの箱ごと今手元にあるんですけど、そういうのとかがある感じですね。
でレッドアリーマーとかもこれ結構ねマニアックな感じするんですけど、魔界村のね最初の敵が主人公になって戦うみたいな、そういうアクション系ですね。意外とアクション系多いかもな。 RPG っていうよりかはアクションとかパズルとかそういう感じですね。で個人的にやっぱ嬉しいのは6つの金貨とかですかね。もちろんね手元にカセットもあるんですが、これは相当面白いしやり込み要素もあるので、これはね結構嬉しいです。で個人的に最高に嬉しいのがワリオランド3ですね。これ本当に小学生の時ハマってて、誕生日かクリスマスで買ってもらったんですけど、最近になってねちょうど僕もこのアナログポケットで今ね遊んでいたやつですね。ワリオランド3めっちゃ面白くて、今やっても本当に面白いアクションゲームだなって思うんですけど、それとかがパックになっていますっていう感じで、現状はちょっとねニッチめなタイトルばっかりなんですけど、これからねコロコロカービィとか、あとゼルダの伝説のね不思議の木の実大地の章とかね、ああいうのとか、あとポケモンカード GB めっちゃ個人的には嬉しいんですけど、そういうのがね配信開始されるみたいです。カエルのために鐘が鳴るとかですね。あとゼルダ系が多いんですけど、割と海外の市場も見ているのかなっていう感じのラインナップではありますね。個人的にはやっぱり牧場物語 GB3 とか、あとパワーモデラーですね。パワーモデラーとかねぜひ入れてほしいですっていう。というわけで実際に遊んでみるんですけど、これ結構ねちゃんと設定項目とかもおもろいんですよ。これなんとねスイッチでもこのゲームボーイ、ゲームボーイポケット、ゲームボーイカラーっていう感じで、当時のねどの端末で遊ぶかみたいなのも選べるんですよね。これ結構なんか作り込みちゃんとしてるなっていう印象があります。さすが任天堂っていう感じで、僕が今遊んでるアナログポケットでもこんな感じで当時のねカラーを再現できるゲームボーイライトまであるんですけど、こういうねやつがあったので、スイッチのね方の再現度も楽しみですね。でこれとかも当時の雰囲気を再現するみたいなとか、画面をね小さめにして遊ぶとか、なんかこうゲームボーイアドバンスでゲームボーイカセット遊ぶ時のようなね感覚の設定項目があります。とりあえず普通な感じで遊んでみようかな。ゲームボーイで画面はこんな感じです。ゲームボーイの緑色の液晶の感覚がここにあります。初代のゲームボーイの実機と比べるとこんな感じですね。当時はこんな画面で遊んでたんだっていうぐらい、このね緑色の滲んだ感じなんですけど、こっちはね色は再現されてるとはいえかなり大きくて見やすい感じがあります。いやいいっすね。このジョイスティックでもこの十字キーでもどっちでもね遊べる感じです。グイッといいっすね。普通に感覚としてはエミュレーターでゲームで遊んでるっていう感じですかね。それに近い感覚、このクリアな画面で大きい画面で今遊べています。単純にゲームボーイを快適に遊ぶっていうならこのね標準設定が一番いい感じはしますね。ただゲームボーイ実機で遊びたい世代には若干物足りないということで、このね設定から当時の雰囲気を再現するみたいなやつをオンにするとどうなるか。わかります？さっきまでとこの色全然違うの。ちょっとねどこまで伝えられるかわかんないんですけど、このねちゃんと真四角のドット感までしっかり再現されてるんですよね、スイッチで。これすご。前にねこのアナログポケット紹介した時にこのねドット感というかアナログ感を再現するっていうのをちゃんとやっていて、これはもうマニアでしょみたいな、こだわりが詰まりすぎでしょみたいな感じで思ったんですけど、いや任天堂スイッチでもまさかそれをやってくるとはっていう感じですよね。これはすごい。でこれ実際にねちょっと遊んでみるとドット感はそうなんですけど、この背景のなんか残像の感じとかもなんか再現されてる気がする。これまでちゃんと計算してるのだったらめっちゃ面白い。ポコン、ほら。実機と比較しちゃうと経年のね劣化もあるんで、ちょっとね完全に一緒っていう感じではないんですけど、脳内で考える、ゲームボーイのね感覚ってこっちに近いのかなっていう、そういう感じがあります。これはねいいですね。でついでにねちょっとゲームボーイポケットの見え方みたいのもやりつつ、ゲームの画面を小さく表示するっていうのやってみよう。だいぶ小さい。だいぶ小さいですね。こんな小さいの嘘でしょって感じなんですけど、多分実機とほぼ同じぐらいのサイズ感、本当に同じサイズ感でこれ再現
されてる気がする。こんなにゲームボーイってでかくて重いのにこのサイズ感なんですねっていう感じがこっちだとねひしひしと伝わってくるんですけど、ちょっとねリアルに、実機っぽく遊びたい人は画面を小さくして当時の雰囲気を再現をオンにするのが一番良さそうですね。ちょっとね反射がめちゃくちゃ多くて申し訳ないんですけど、こんな感じでポケットのバージョンもちゃんとねドット感再現されてる気がします。すごい楽しい。いやーすごい楽しいな。これ実機のセーブデータとかちゃんとこっちに持ってこれたらめっちゃ面白いですね。ゲームコンソールとかでも多分持ってこれはしないと思うんで、本当にセーブデータ違うものだと思うんですけど、できたら最高なんだけどな。ちょっとせっかくだから違うタイトルもじゃあ遊んでみます。あれですね、ゲームボーイカラー対応タイトルに関してはゲームボーイカラーで遊んでいるような感覚になります。なちこれ小学生ぶりぐらいに聞いたこのミュージック。今とか昔とか選んで遊べるんですよね。これどうやんだっけ、やり方忘れちゃった。昔とかにするとさらにねゲームボーイよりも昔のゲームウォッチで遊べるっていう感じですね。なっちーで今こんな感じでテトリスとかやってるんですけど、なんとねこれ、スイッチオンラインに加入してる人同士だとこのねオンラインでゲームボーイのねゲームソフトで対戦ができるらしいです。通信ケーブルいらずで。それすごいっすよね。なんかこんな感じでオンライン対戦もできるしローカル対戦もできるっていう感じですね。すごい時代だな。いやードットのこのグラフィックめっちゃ綺麗ですね。最高にかっこいいわ。でファミコンとかスーファミもそうだったんですけど、難易度的にねどうなんだって話はあるんですが、どこでもセーブができるようになってます。どこでもセーブして、いつでもねこの4つのロード画面から、遊ぶっていうのができるようになってるんで、この辺結構エミュレーター的で実機のねゲームカセットとどっちで遊ぶんだっていう問題はあるんですけど、気軽にダウンロードだけで遊べるのが強い。やっぱりゲームボーイは夢がありますよね。個人的にはねなかなか手に入れづらいポケモンカード GB2 とか、あとテリーのワンダーランドみたいなのとか、ドラクエ3とかね、そういうちょっとねじっくり遊ぶ系もこっちで遊んでみたいなっていう要望があります。はい、という感じでゲームボーイはこんなところなんですけど、ちょっとねゲームボーイアドバンスでも遊んでみようかなと思います。どんな感じなんだろう。はい、というわけで今起動したんですけど、現状ね遊べるタイトルは6タイトルだけですね。結構 RPG 系がメインな感じするんですけど、アドバンスマリオアドバンス4とかゼルダの不思議の帽子までやったことないんだよな。これやりたいと思って。でマリオカートとか、あとめちゃくちゃ評価が高いマリオ&ルイージ RPG とかですね。この辺の6タイトルが今入ってる感じです。でメイドインワリオ個人的にはめっちゃ好きで結構やり込んだんですけど、これとかあとくるくるくるりん、このね R と L で操作しながらイライラ棒みたいな、そういうゲームがねちょっとした遊べるゲームと、あとRPG が今入ってるって感じですね。僕はただのねライトなゲームボーイ好きなんでそんなにタイトル持ってないんですけど、メイドインワリオとスーパーマリオ4はね持ってました。アドバンス4だけどこれねスーパーファミコンだと2とかですよね確か。懐かしい。これめっちゃ遊んだ。でゲームボーイアドバンスに関しては当時の雰囲気を再現する、多分ドット感とかを再現するのと、ディスプレイをね小さくして当時のサイズ感のまま遊ぶっていうこの2つがありますね。とりあえず普通に遊んでみようかな。マリオカートからやるかなちゅー。はい普通にこんな感じですよね。なんかエミュレーターで遊んでるかのような、この 3D なんだけどこのじんわりした感じがめっちゃ懐かしい。なんか懐かしいこのグラフィックとかフォントの感じとかって、なんかアドバンスフォントみたいなのあったのかな当時。なんかみんな同じフォント使われてた気がしますよね。めっちゃ懐かしい。あれスタートダッシュどうやるか忘れちゃった。スタートダッシュとここか。懐かしいこれ。むずい。いや今やるとめっちゃむずい。当時このスピード感をアドバンスで再現してたらめっちゃすごいな。これめっちゃ速いっすよ今この走ってる感じ。ほら。で当時の雰囲気を再現にすると、見えるかな。当時の雰囲気を再現にするとこのちょっとしたね粒子感というかドット感が追加される感じになりますね。で色もちょっと浅い感じになるのかな。いや改めてゲームボーイとかのスペックでこのスピードを出して全然カクついたりもたついたりみたいなコマ落ちするとか全然なかったのすごいな。なんか出てきたんですけど ZL とかで長押しすると巻き戻し、すげえ
これコマ送りで巻き戻しできるんですけど、やばっ。このスタートダッシュ、スタートダッシュ失敗したってなったらちょっと戻って、失敗したってなったらまたちょっと戻ってみたいな。やばっ。いや、今時はホスピタリティがめちゃくちゃすごすぎる。巻き戻しとか多分ゲームボーイでもあると思うんですけど、それだけじゃなくてどこでもセーブとかもできるようになってます。強っ。個人的にはやっぱメイドインワリオが一番好きだったかな。今見てもめっちゃおしゃれだよなこれ。ほら、このドットの街めっちゃ可愛いっすね。こんな感じで懐かしい。 CM 見てこれめっちゃ欲しいって思ってたな。ボイン、いいっすね。余談なんですけど、個人的にはねこのマインボルトっていうやつのゲームが一番好きでしたね。この任天堂のゲームのオマージュっぽい感じのタイトルが遊べるんですよ。こんな風に。難しい。意外と難しい。ゲームボーイミクロと比べると筐体のサイズ感全然違うんですけど、いつもねこっちで遊んでるゲームとかがあるなら暇つぶしがてらなんかねこの、ゲームボーイアドバンスとかで遊んでも良さそうな感じですね。現状ねアドバンス向けのタイトルは少ないんですけど、今後はね海外勢にめっちゃ人気のあるファイアーエンブレムとか、あと国内でもね人気のあるカービィとか、そういうね、黄金の太陽みたいなそういう系が結構ね配信されるみたいですね。個人的にはねマザー3とか、あとファミコンウォーズ1+2みたいなやつとか、あとなんだろうな、欲しいやつ、あとやっぱ牧場物語ミネラルタウンの仲間たちとか、あの辺がね追加してくれると嬉しいなって思います。はい、今回はちょっとざっくりめな紹介だったんですけど、これで終わりにしようと思います。今後もねタイトルどんどん追加されていくと思うのでめっちゃ楽しみですね。トバログではねこういう任天堂スイッチを白くする動画を作ってたりとか、そういうのもね紹介してるので、ぜひ他の動画チェックしてみてください。そして気に入っていただけた方チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。ズン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 。余談なんですけど、このホリカなんかから出てるスイッチケース、これ本体に真っ白がないのにケースだけ白いのがあって、このねスキンシールを貼ったスイッチにぴったりなんですよね。これバコッと